見ぐりの日です。ちょっと早めに着いたのでカフェでちょっと休憩してます。いよいよ会場行きます。もう並べるみたいで中に入って待ちたいと思います。いやードキドキ緊張です。待機エリアが会場内にありました。こういう感じで1部から6部まで並べます。バッグはこんな感じでケッピとかソンホいっぱいつけてきました。名札にもケッピちゃんとつけてます。いよいよです。緊張する。ソンホさん超優しかったです。もうやばかった。記念に写真撮ってから帰ります。これは別便なんですけど、ドクター G のポップアップに行ってきたのでちょっと撮ってきました。なかなかタイミング合わず行けなかったので、もうだいぶ遅くなってから行ったんですけど、逆に人少なくてゆっくり見れたので良かったです。いっぱいもうモネクドたちがたくさんの空間ですごい可愛かったです。もうケッピと並べて写真撮りまくりましたはい、店員さんも結構細かくいろいろ教えてくださって親切な方だったのでゆっくり買い物できました。くじは外れたんですけどね階段もみんなのこの写真が飾ってあって、ソンホさん一番上にありました。皆さんこんばんは、のくまです。今回は、バインダー整理しながら見ぐりの時のお話をしていきたいと思います。ちょっとゆっくり聞いていってください。はい、ちょっと今日はこれのリフィルをちょっと変更したいものがあるので、今こんな感じで収納してます。ポストカードとかそこら辺のやつで、今日変更したいのはここじゃなくてここからちょっと変更したいんですよ。こっちの口頭名の方に変えたいなと思ってこっちに変えていこうと思います。見ぐり行ってきました。ボーイライフの初めてのサイン会ですよ。もう緊張でした今回ちょっと前回と違うなって感じたところがいくつかあったので、それもお話しできればなって思ってます。前回の動画見ていただいた方は知ってると思うんですけど、私は前回は全員ハイタッチ会に行きました。一番最後のやつだったんですけど、今回サイン会だったので2部に参加したんです。1部が今回ユニットで2部がサイン会に2部と3部がサイン会だったんですけど、今回待機列が中で待てたんですよ。中っていうのはもう会場の中なんていうんですかね、もうメンバーたちがいる場所というか、すぐ裏ではもう見ぐりをやってるよっていうところで待ってて、でめちゃくちゃ声とか聞こえたんですよ。メンバーたちの声とかそのトークショーとかすごい聞こえて、でも背中合わせみたいな感じなんで見えはしなかったんですけど、すごい音漏れがすごくて、一部のやつとかも丸々聞こえて、もうめちゃくちゃハッピーでした。待機時間が私いつもその見ぐりのその最初の並ぶ列の時がもう本当にダメなんですよ。圧倒されちゃって、勢いに毎回もういいや、後ろの方でいいやみたいな感じで
もう皆さんが前行ければいいやって思いながらも私は後ろの方でゆっくりと並ぶ派なんですけど、もうその雰囲気が今回なかったんで、まあ言っちゃえば早いもん順みたいな感じだったんですけど、私はもういつもだいたい会場には早めに着いて暇してることが多いんですけど、今回はそれがなんかいい感じになって待ってる時間も楽しめたっていう最高なミーグリの待機場所でした、はい、もういつもこれにしてほしいぐらい。ちょっと賛否はあるみたいなんですけど、なんかその日に待機場所中にしますっていうのを発表したのが多分あれだっただけで、別に中で待つこと自体はそんなに悪いことじゃなかったんじゃないかなって思ってるんですよ、私は。なんでこれ今後も続けていただきたい。前の方で見たい人は早めに行けばいいし、まあどこでもいいって人はまあゆっくり行けばいいしっていう、はい、感じで、まず待機場所はそんな感じですね。ボネグの方の入れ替えが早めに終わっちゃったので、ちょっとトゥバちゃんのこっちのバインダーの整理してきます。なんか、トークショーにいざ向かう時にもう最初に紙を渡されたんですよ。何の紙だろうって思って本当に初めてすぎて何も分かんなかったんですよ。分かんなくて、でなんか紙もらえた、名前書くんだみたいな名前書いてもらえるのみたいな感じで、もそれすら知らなくて何も調べずに行っちゃったんですよ。で紙に名前を書いたんですけど、ペン持ってきてないって思って、やばいペン忘れたって思ったんですけど、書くスペースが用意されてて、机があってペンもあってみたいなところで、そこで名前を書いて、でそれぞれのメンバーの列に並ぶって感じでした。でその時に双方から順番に奥で右側、奥側が双方で手前側がうなくみたいな感じで、縦にレーンが分かれてて、でそこに並ぶって感じだったんですけど、なんか今回その舞台、トークショーの舞台がなんかもうジェヒョンレーンとテサンレーンの間ぐらいしかないんじゃないかってぐらい狭く感じて、私だけですかね。ちょっと前回全員ハイタッチしか行ってないので、ちょっとどれぐらいかちょっと分かんないんですけど、体感なんかすごい短くなったかな、ステージちっちゃくなったかなって思いました。で双方レーンはもう早めに行ってもそこ行っても変わんないです。どこ行っても見づらい正直なんかそうですね、ちょっとすごい斜めから見るような感じになります。でなんかそこに並ぶ時に、本人確認をして、で名前もチェックされました。ちゃんと書けてるかどうか、分かりやすいかどうかっていうのでソンホレーンの方に行きました。手前側全然映ってなかったですね。ちょっと画角を調整します。これなんで入れ替えてるかっていうと、新しいバインダーが届くので、それに入れ替えたいなと思って今のうちから準備しとこうと思って入れ替えてます。なんかもうサンクチュアリが懐かしい気持ちなんですけどでなんかトークショーが始まる時なんですけど、私結構早めに行ってたので前の方だったんですけど、まあさっきも言ったようにどこにいても見づらいのであんまりちゃんとは見えなくて、でもなんかソンホさんチラチラこっち側気にしてはくれてたんですけど、それでもやっぱりソンホさんの立ち位置がうなくの方で、うなくレーンの方が近くて、逆にうなくがソンホレーンに近いみたいな、逆じゃないみたいなやっぱ立ち位置なので、お互いにソンホからも見づらいしこっちからも見づらいみたいなちょっと感じでしたでトークショーはもういつものようにもうみんなでわちゃわちゃ楽しくしてて、なんかトークショーでワンドアからの質問に答えるコーナーみたいな時に
なんかボーイライフのストーリーフィルムの再現をしますみたいなやつをやってくれて、みんなが日本語で大学のサークルなのかなでなんか演技してるやつあったじゃないですか。あれの再現をしてて、もうめっちゃ可愛かった。もうソンホさんのセリフのとこが結構多くて、めっちゃなんか頑張ってますとりあえずピザ食べようっていうのを生で聞きました可愛かったです、はい、でそういうのがありつつトークショーが終わり、いよいよサイン会になります。でサイン会始まる前に隣にいた可愛いワンドアさんに聞いたんですよ。この名前書いた紙ってどうすればいいんですかってそれすらもうなんかずっと思ってるけど、でもこれいつか渡して書いてもらわないといけないんだよなって思いながら、これは一体いつ渡すんだって思うのをずっと疑問に思いながら持ってたんですけど、でちょっともうこれ持ってるの私だけだったらどうしようとか思い始めちゃって、聞いたんですよ、横の人に。でそしたら隣の人も初めてお互いどうするんですかねみたいな感じで話になって、とりあえずスタッフさんに渡せばいいんですかねみたいな感じで話してて、でそしたらなんかそんな話してたら、順番が来て、もうそのワンドアさんが本当にすっごい優しいふわっとした可愛い方で、もう本当に癒されました。ありがとうございます。もうすごい緊張でもうダメだったんで助かりました。ありがとうございます。でそんな話をしていたら自分の番が来て、そしたら前の人が話してる間にそこに立ってるスタッフさんに名前書いた紙を渡すみたいで、それを渡し、でそれを渡して、でいよいよ自分の番が来ました。いや本当にちょっともう緊張しすぎて、この時バクバクで前の人が何話してたかなんかもう全然聞いてなくてもう緊張しすぎてて、でいよいよ自分のどうぞって言われて入ったんですよ。そう今回のやつちょっと皆さんに聞いていただきたい。私がコンサート行くことに頑張っていることを皆さん覚えていますか全然覚えてなくて当たり前なんですけど、これです。じゃん、イエッピーポーズヘジュせよっていうこのボード掲げてるじゃないですかじゃないですかって知らないですよねこれを掲げてるんですよ。でこれをもう未だに見たことがない、未だにソンホのイエッピーポーズをやってくれたことがないじゃないかってちょっと思って、で今回はこれをやってもらおうと思って行ったんですよ。ででもボードをこういうの持ち込めないので、トークショーの時には出したんですけど、ブースには持って開けないので、どうにかして口で伝えなきゃいけないと思って、で結構練習してったんですよとりあえずこのイエッピーポーズヘジュせよってやつをとりあえず口で言えることが第一目標で、第二目標はこのイエッピーポーズをしてくれたら、コンサートでこのボード見つけたらイエッピーポーズしてくださいね、約束をしたかったんですよこの2つの目標があって行ったんです。でとりあえずもう入って、ソンホがもういて座ってて、なんて言うんだろう、ここに並んでるとすると、ここから入ってここで待ってるんですよ。でそしたらここにもうボードがあるんですけど、でここでソンホがいて、でサインしてて、ここにもうワンドアがいるみたいな感じで入って、もう入ってすぐにも
ソンホさんの金髪の美女が良すぎて、あ、やばって思って、もう声量が出なかったです。もうソンホみたいな感じ震えるような声で言っちゃって、ソンホみたいな。でしかもなぜかソンホちゃんって言っちゃってまずいと思って、まあいいや、とりあえず第一目標達成させなきゃと思って、エピポーズヘジュセヨが言えなくて、エピポーズだけ言って、そしたらソンホがエピポーズって何ですかって聞いてきたので、エピポーズこれですって言って、エピポーズが私アンコンでソンホがかわいい僕も可愛いですよみたいな感じでやったポーズがすごい可愛かったんで、それをもう一回見たいと思って、それをエピポーズにしようと思って、でそのポーズがこれの両手バージョンみたいなやつ、多分見た方わかると思うんですけど、この両手でこういうポーズ作って、猫の手みたいなでほっぺに両ほっぺに当てるみたいなポーズをこうやって見せて、でこれみたいなやったら、あーみたいな感じでやってくれて、超可愛くてもうそれでありがとうとか何も言えずに、なんかフフフフみたいななんかすごい気持ち悪い笑い方しちゃって、でで伝えなきゃって思って、このボードのこと伝えなきゃと思って、で韓国語で頑張って練習したんですけど、全然言葉出なくなっちゃって、なんか私がこのボード持ってたら見つけたらやってね約束っていう文を韓国語で言おうと思ったんですけど、チェがボードまでしか言えなくて、でしかもそれが本当になんかその空間にいるソンホもスタッフさんもなんかすごいなんかもう温かい目で見てくれてて、でも実は剥がしの時間だったんですよ。で肩に触れてるんですけど、スタッフさんの手が、でも全然力を感じなくて、もうなんか逆に頑張れみたいななんかもう手を添えられてるだけでもう頑張っていってみたいな感じでもう応援されてるような気分にまでなったんですけど、でも結局言葉出てこずで、その子が最後ミヤネよって言って、私はそのブースを去っていきました。そうにミヤネを言わしちゃったって思って、もうそれがショックで、全然双方がミヤネよじゃないんですよ、こっちがミヤネよなんですよ。本当にちゃんと言えなくてごめんなさいって思って、で後から気づいたんですけど、なんか並んでる時にその隣にいたお姉さんがなんか腕に文字書いてそれを見せるっていう手もあるんですよっていう風に教えてくれて、そっかそんな手もあるんだと思って、その時は軽く流してたんですけど、そっかこれがあるからみんな手に書いてくんだと思って、もう本当に反省しました。私はもうちょっとちゃんと調べて事前準備をしっかりしてればちゃんと伝えられたんじゃないかなって、すごいちょっと後悔しちゃいました。でもとりあえずそのほどイエッピーポーズが見えたのでもう満足です。であとソンホにエピポーズは何ですかって聞かれたんで、もうエピポーズはこれです皆さんエピポーズこれですこの両手バージョンです皆さんも共通認識でお願いします自分勝手が過ぎるじゃーん。いやー、もうなんかサイン書いてる時も手元を最初一瞬見て、多分ここの名前書いてるとこだけ手元を見て書いてたんですけど、あとここはもう本当に顔を見ながら書いてたんですよ。すごいって思って、もうプロ意識高っとか思って、もう最初はサイン書き終わるの待つのかなって勝手に思ってたんで、ちょっと待ってたらもう早々に顔が上がって目があって、あれみたいな、言わなきゃみたいな焦り始めちゃったんですけど、それぐらいもうプロです彼は本当に。でさっきバインダーを整理してて気づいたんですけど、これってこの HMV のフライヤーと一緒ですね。これを拡大した感じかな。そうですね
HMV さんのフライヤーと同じです。でここにサイン書いてもらってるみたいな感じでした。はい。いやー本当に、いやーなんかもう皆さん毎回サイン会行かれる理由が分かりました。なんかもうあの空間はもう2人だけのものなんでまあ20秒くらいですけど、あ、そうです、20秒くらいでした、サイン会の時間なんで。でもなんか15秒って聞いてたんで若干長いのかな、前よりも。それか私の拙い韓国語をスタッフさんが待っててくれてたかどっちかですどっちだろう。でもその待ってくれてる間もうすっごいもう優しい眼差しでもう待ってくれて、すっごいなんか本当にこの人は優しい人なんだって思いました。なんならそのイエピーポーズしてる間の方が顔ちょっと凛々しかった感じイエピーポーズって言っとるのにみたいなちょっと凛々しかったです、顔が。でそれお話聞いてる時の方がなんかもうふわーってふにゃーって顔でしたで私気になるのが皆さんのレポ聞きたいんですよ。皆さんどうだったかすごい気になるんです。全然私ドーペンさんのレポとかも全然楽しみに聞いちゃう人なんで、もう遠慮なくもう何でもいいです。もう見ぐりってもうそれこそ嬉しかったことはもちろん、なんかあれ予想外だったみたいなこととか、あとちょっと悔しいなみたいな、私みたいにちょっとこれもうちょっとできたなみたいなこととか、何でも本当に何でもいいんで、ちょっと愚痴とかでもいいですよもう本当に何でもいいんで、ちょっとお話聞かせてください。皆さんコメント欄で聞かせてください。どうだったか、参加された方。もう本当に気になります。もう今回のだけじゃなくても大丈夫です。前回のでもいいですし、それこそサイン会プレザとか行かれた方とかでももう何でもいいんでお話聞かせてください。ちょっと私の今後の勉強させていただきたいんで、今後のために皆さんで語り合いましょういやそれでこの動画を見返した時に未来への皆さんの準備が万端になるんじゃないかなっていう、次のミーグリへのっていうちょっと材料にもしていただいていやでも本当にお冬べってダメですね。もうキリがないです本当に。どうしよう、もう行っても満足はしてるんですけど、なんかもっともっとって思っちゃうのがもう本当にいけないですね。これこそ本当にもう中毒性ですよね。本当に罪だわ。もう10月もお休みするとか言いながら、もう今回ちょっと悔しい思いしちゃったんでなあとかちょろって感じですけどそのための20秒なのかな、やりきらせないための20秒なのかもしれない。もうちょっと話したいって欲を残すための20秒なのかもしれないなんかすごい適当なことをずっと喋ってるんですけどもし参考になったらいいなって思います。であとやっぱあれですね、皆さんのレポお待ちしてます。はい。で今日ちょっと整理するのはここまでになるんですけど、多分ソウルコンのブツ届くのが今月末とかになるんで、まだこれ収納するのはまだ先かなとは思うんですけど、その動画も出そうと思ってるので、ぜひぜひご覧ください。そうだ、最近の私のソンホーバインダー強化バージョン見てくださいこれはゲームボードバージョンのソンホのトレカをちょっと9枚
揃えて一面揃えたいなと思ってちょっと集めてみました。でまだ揃ってないんですけど、こう1枚と、で今持ってるやつがソンホ以外のメンバーで同じゲームボードバージョンのやつがまだあるので、それを交換して全部ソンホに変えて、この2面揃えられたら一番いいなって思って、こことここみたいな感じでそれをちょっと目指してます密かに。でこっちのページ行きますと、じゃん、こっちはソロジャケのやつです、ソンホで。これも他のメンバーのジャケットも買ってあったんで、そのトレカとソンホを交換してくれる方をちょっと探して交換してもらいました。でこれもちょっともう一面揃えられたらいいなーなんて思いながら交換を探してるんですけど、可愛くないですか、この揃った感じでこのトレカが本当に可愛いなんで、これちょっと揃えたいなって思ってます。次からはもうソンホ以外のソロジャケもう選べるんだったら、ソンホ以外のソロジャケも買わなくていいんじゃないかってちょっと思ってるぐらいでちょっとこう結局交換して集めるぐらいならでちょっと後悔してますはい。であとはじゃん、見てください。これは名前が出てこなかった。Y のユニットトレカです。これもう全部揃えました、9枚、はい、これもう可愛いですよ。なんかやっぱちょっと若干幼いですよね。ワナクとかも幼いですし、なんかみんなやっぱ幼い感じがしますね。でこっちがアンドのユニットトレカ、これも集めました全部。はい、こんな感じです。豆腐図一部やってる間ずっと待機列で待ってたんで、その一部のユニットトークの時、もううなくの声がめちゃくちゃ聞こえてきて、もうすっごい楽しそうな声が聞こえてきたんですよ。でももう他のテさんとジェヒョンとあとイハンとソンホのやつがもう全然喋ってるのか全然わかんないぐらいしかもう聞こえないぐらい、もう喋ってるかわかんないぐらい、もうこの2組がすっごく盛り上がってて、もうすごかったです。もう楽しそうで、本当にユニットトークめちゃくちゃ楽しそうでした。であとなんか聞こえてくるやつがもうバンドは天才って思うことがいっぱいあって、もう例えば一緒におぬるま I love you 歌ってたりとか、あとなんか一緒になんか叫んでたかな、なんか気合い入れみたいなのをやってたりとかなんかすごかったです。もうこっち聞いてるこっちがもう楽しくなっちゃって、もうニコニコしながら待機列待ってました。本当にシステム本当にいいです。本当にいい。でしかも一番良かったのが、その待機列でこの待ってるところからステージに上がるメンバーがちょっと見えるんですよ。なので毎回こう登って降りてのとこだけメンバーが見えるんですよ。で私いた時はメンバーたちここにワンドアがいるっていうの全然気づいてなくって、でそれでこっちは手振ったりとかしてくれなかったんですけど、その3部のサイン会のトークショーが終わった後にメンバーが戻ってくる時に気づいてくれたみたいで、その時にもう手振ってくれたりとか、手さんなんかこう投げキッスとかしてていいなーとかいいなーって思ってましたはいって感じです。今回も結構長く語っちゃったんですけどすいません。はい、じゃあ今日の動画はここまでになります。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございます。ぜひぜひ皆さんのレポ聞かせてくださいね。はい。ではこの動画が良かったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。ではまた次の動画でバイバーイ。